ちは。こんに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 ちは。何か言うんですか。はい。今日はですね、五葉松をやりたいんですけど、五葉松の株立ちが今、人気急上昇。割と当時の生徒さんもみんな欲しがっててですね、まあ、かんちゃんも好きだって言ってたし、灯台園芸の、そうですね。ね、ゆきさんもということで、入手したんですけど、でかい。でかい。あまりにもでかい。ということですね。ただ、こういう木ってなかなかないので、この木の見どころとか、何が気になってどうしようかっていうことを、多分木を買われた方が悩むだろう。どう考えてどうやったらいいかっていうことを、視聴者目線で、視聴者目線でね。ちょっとやってみたいと思いますんで、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、はい。まず、この木は何かっていうと、五葉松の、株立ちで、本数数えると分かるんですけど、7巻になるんですね。7巻。7巻。この木を、まず、まあいいなと思ったら、やっぱり古くて細くて、ということで、なんとなくやっぱり景色が出るっていうのが、五葉、株立ちの、まあ、特徴の一つなんで、この時に、皆さん、じゃあまず、どうやって手をつけようか、どこが気になりますか、何をしますかということなんですね。この木がどこが気になってどうしたいか、どういう作業をするか、私が思ったことを言うんですけど、私も動画見てて、自分がこう動画やってるやつを見ちゃうとそれ見切れだけになっちゃうんで、最初に一回私ビデオ止めるんですよ。結構人のやつ見てて、で自分だったらどういうふうに作るかなって想像しながら見て、自分の答え合わせをする。まあどっちが合ってるか分かんないんですけど、皆さんもこの木が見た時にどこが気になってどうしようかなっていうことが、まあ話が、私が正解とは言えないんですけど、ちょっと考えていただいて、で私がですね一番最初気になったのは、まずこれ、ものすごい太いアルミ線で寄せてるんですけど、多分これ後ろにあったやつを寄せてるんだと思うんですけど、この幹がその正面から見た時に隠れて見えない。見えないですね。なんで一つはこれはやっぱりこっちにもう少し振るべきだろう、ここちょっと開いちゃってると思うんですよね。横言えばこれをもう少しこっちに持ってって、これをもっとこっちに持っていく、こんな感じ。これは後で針金掛けをちょっとやってですね、やりたいと思います。でもう一つは、これが前もありましたよね、寄せ植えなのか株になってるのか。株立ちっていうのは樹形の話なので、寄せてでも一つのものであっても株立ちなんですけど、県外だとか模様木だとかっていうのと同じ意味合いで樹形が株立ちと。株立ちの樹形。株立ち樹形っていうんですね。でどういうふうに作られてるかっていうのが、まあ、取り木だったりとか、あとイカダブキっていうふうになって一塊になってるか、バラバラになってるか、で普通こういうやつだと、まあ一歩一歩寄せたんだろうな、寄せるだろうなっていうふうに思ってて、でこれは実は、上をかっぱいてですね、かっぱいてっていうのは上をきれいにして、果たしてどっちなんだっていうのを第2弾、これあれやりましたけど、あれをまたやって、あれは寄せ植えだと思うけど、あれは寄せ植えだったらなやってこのサイズで株立ちだったらすごいですよね。でこれは寄せ植えだよって言いながら、実は株立ちだったらおーっていう話だし、っていう話をやろうかなと思ったら、まあちょっとプロの方に今日来られて、これもくっついてるよって言われたんです。なんでやる必要なくなっちゃった。だから本当はこれ取ってもいいんですけど、これちょっともう実は欲しいっていう話が出ててでこれを、であんまりいじんない方がいいと、これでいいんで、もうあんまりいじんないで、後できれいに掃除しますけどね、いうことなんで、これは実はくっついてると。そうだ、針金もあんまり細かくかけないでっていうことなんで、今の樹形の形とここがどうなってるかって話と、本当は植え替えもしたいんですね、なんですけど、植え替えも今日は植え替えの代わりにですね、ちょっと穴を刺して水取りよくするって、そのやつをちょっとやってみてですね、で、最後に4つ目が、古葉ですね、これをちょっと取ろうと思いますんで、これはですね必ず、下から上にこういう感じで古葉を取るですね。この黄色いやつが、でこれもう無理しない方がいいんで、取れるやつだけ取るという形で、少しこれを古葉を取るとかなりさっぱりすると思うんで、これの時間かかるのがちょっと今気になってるんですけど、これでも一昨年の葉っぱですよね、きっと。
あ、そうですね。もうこれが今年の目ですからね。ね、今年の目。そう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 。だから、 4月末で撮影日、お祭り前。そうですね。あ、目が取れちゃった。これに気をつけてください。はい。ということなんで、ちょっと気をつけて、で、あと、いらない枝がですね、いくつかありますので、例えばどれだろうな、ここら辺の飛び出してる枝とか、もうちょっとない方がね、すっきりしますよね。こういうのはちょっと取っちゃうとか。ものすごい天気になりましたね。急にね。雨降ってたんですけどね、急に変わっちゃった。こういうのも長いの切っちゃうとか。ということでちょっと剪定をしてですね、はい、やっぱ輪郭から出たやつ、そうですね、輪郭のから出たのは取っちゃった方がいいと思いますね。これも内側に目があるじゃないですか。はい、はい、これはね、飛び出してからっていうよりも中に詰めていく意味でやる作業として、内側に目があれば、そうですね、小さくできるというか、そうですね、立て替えていく。はい、五葉松はね、やっぱり先端の目を切って内側の懐目を出させるとか、懐の目をこう大事に育てていくっていうことでこう小さく追い込んでいくっていう、いうことがありますので、この辺を少し切って、これも学びちゃってるんでね、切っていくという剪定作業と古葉取りというのをちょっとやっていきたいと思います。はい、時間がありますよね。時間があるんで、あと1時間半切ってますんで、じゃないとお店がね、1時間半でお店閉まります。はい、パパやっていきたいと思います。はい、そうそう、1個だけ言っておきましょうか。目がもうこういう状態になってるという時は、もう針金掛けとかができないです。どういう状態でしょう。いやいや、もうこれから今まだね、一番目が柔らかい状態なんですよね。新芽が新芽ですね。膨らんだぐらいの。で、さっきもちょっと触ったら取れちゃったぐらい、非常に弱いんで、ちょっと作業これ注意しながら、やりますけど、針金掛けはできないと。フルパワー取らなきゃいけないわけではない。ではね、無理する必要はないですね。これ今フルパワー取るのは、これは映えまあもう必要ないので。そうですね。古葉はあるとその分太っちゃいますから、そういう意味で取るよっていうことなんで。新芽が出る前かその後が安全かもしれないですね。そうですね。で、あとね、これは花です。花はね、取っといた方がいいです。これも気をつけないと。これですね。図書とかにね、よく。そうですね。花ね。そうなんですね。この間全部取りました。そうですか。これも出るんで。で、これ花を取ると、ここ軸が伸びちゃってますから、もう軸が伸びちゃうってことですよね。はい、ということで少し古葉を取ってきます。はい、時間かかりますんで。古葉取った後何するんですか？古葉取った後はあとこの枝の操作ですね。はい。という回です。非常にシンプルな回で病み上がりなんで、短時間でやりたいと思います。古い花は取るって言いましたけど、古い花っていうか花は取るって言いましたけど、ちょっと怖いんで取った方がいいよっていう説明はしましたけど、ちょっとやめます。時間がちょっと足んないんで。時間の問題？本当は取った方がいいんですけど、でも気をつけないと本当に目取れちゃうんで、取った方がいいですけど気をつけてやってねっていうぐらいで、はい。これもう親指がツルツルの人できないですね、多分。親指がツルツルの人ってどう思う？親指が結構親指の腹でブレーキをかけながらというか、こう抜いてるんで。親指に松屋につけとけば。そうですね。親指の腹がツルツルの人。後ろで怪しい。なんか変な人が今来ました。トラディショナルスタイルですか。トラディショナルスタイル。今ちょうど帰国したばかりのオマーンハンちょっと誰と会えたの？この前の衆議院議長。衆議院議長。すごいね。すごい人。さあ、綺麗になりました。すごい良くなった。綺麗になりました。はい。じゃあこれでフーパーを。これくっついたんだ。あ
と取りましょうか。次は。いや、フルもうちょっときれいに取りましょう。あれわかりました。そしたらですね、まずこれを外して、この幹を寄せる。ちょっとね、ゴムはついてるんだけど、へこんでる可能性もありますね。どうですか。湿ってる感じ。湿ってる感じです。湿ってる感じですね。湿ってる感じしますね。針金で。うん。針金でこう引っ張るだけですね。こっちとこっちを。引っ張るだけ。はい。じゃまたあれですね。同じゴムをしなきゃいけないですね。なんでここに寄せたんですかね。裏枝みたいにしたかったのかな。わかんないです。なんかだから後ろに行き過ぎてたのかどうか。ああ、寝ちゃってたのかもしれない。ガーンとね、寝ちゃってた。まあある程度だからここまで来たよっていう意味ではいいんですけど、いかんせん裏が透けちゃってるんで、これはできるだけ低い方がいいんですね。こういうのって。寄せるためにはね、できるだけ上がいいんですね。はい。で、下とあまり寄んないんですけど、今回の場合はこっち側を大きく寄せたい、こっち側を少し寄せたいなんで、こっちをできるだけ低めに、こっちはちょっと高めに、そんな感じでしてます。ただここにぶつかっちゃうんだよな。これは少し寄せてですね、動いた感じがしましたね。正面から見ていただいて、さっきと映像が若干見えましたね。若干見えるぐらいですか。若干か。でも最初のも見えなかったから、もうちょっといくか。そんぐらいいくと。でも見えてるはずですよね。見えてます。見えてます。これだけで多分価値って大きく変わると思うんですよね。木の価値が。はい、ということで、あとなんかこの変な針金が嫌ですね。これ多分止まってる針金なんですけど、これも切りますね。うわ、なんか銅線で止まってますね。これも銅線だな。鉢抜けちゃうのかな。わかんない。まあでもこれパンパンだからいいでしょう。これと何するんですか。これ完成です。あれもうちょっと引っ張りたいか。立ち上がりが正面から全部見えた方がいいと。そうですね。全部の枝が、ちょっとこの2本もね重なっちゃってるんで見えづらいですけど、これでだいぶよし。で最後に、本当は植え替えがしたかったんですけど、それができないので、これで水通りを良くするために、箸。そうですね、箸で。これやると水の通りが良くなりますね。これで入ってきますね。多分中ってね、もうねカサカサだと思うんですよ。枝枯れも何本かあったんで。どうだろう、少し取った方がいいかな。でも取る。いや、ここら辺のやつを苔を苔を入っちゃってる感じもありますよね。これだとね。あと10分。10分。じゃあちょっと簡単に取りましょうか。でも本当は植え替えした方がいいと思いますよね。本当は植え替えした方がいいですよね。確かに参考になるかっていうと結構微妙かもしれない。同じ場面の人いるかなって思ったらそうですね。株立ちが人気ですよと。株立ちが人気ですよ。本当は植え替えてくださいっていうしかないですよね。山さんが元気ですよということ。元気ですよ。やめ上がりでもこれぐらいできるんだ。でも幹ちょっと寄せたのとフルハートだけじゃないですか。この動画だとそうですよね。そこにいろんな英知がいろんな、そうですよ。新年が出たらしょうがなかったんですね、きっとね。盛り上がってこれだけね盛り上がってるんで。でもね、植え替えてないからこの肌の良さが出たのが。そうですね。でもこれだって50年っていう話ですからね。
した2個になりましたよかった。フルハを取って2機を寄せてこれの整理をしてですね、という今日は大改作を大きく変わったと思います。自覚が向上して、でも綺麗にはなりましたね、綺麗になってね、全然なんか古い感じがないね。細かいこと言うとあれですね、やっぱね、この辺の頭とかもうちょっとそう将来的にはそうですね、ここら辺を少し頭を前にするのと、これも少しこう前にこんな感じで来ると、これ最初に言いませんでしたっけ？言ってないか。こんな感じでね、来るといいかと思いますね。はい。これは多分買った方が次に針金をかけて綺麗に仕上げると。ということで、もしこんな木を買った場合どうするか。ちょっともう一回取り出すだけ整理しちゃう。はい。まあこれは針金かけたら相当樹価が上がりますからね。上がります。これはすごいことになっちゃいますよこれ。あと上からと。七冠での株立ちってだけでだいぶ価値があって、多分でつながってるっていう話なんで、ということなんで、そうこれはね、まあ前もお話ししたこの葉がみんな一緒なんですよね。だから余計に同じ木じゃないかっていうことですね。葉性が皆さん一緒で、葉性も一緒だしね、芽の出方もこの時期って木が違うと芽の出方が変わるんでね。なるほど。はい、そこら辺も一緒だっていうことで、いろいろネタを盛り込んだ動画になったと思いますけど、短時間で、作業ができましたんで、ということでこの動画がいいなっていう方はいいねボタン、無理やりこう終わりに持ってってますけど、あと何ですか、チャンネル登録と、あと6月いっぱいまで盆栽新世紀もうこの動画が出る頃5月の半ばぐらいだと思うんで、もう皆さんもちょっともう急いで頑張ってください。参加してください。第1回の優勝者、僕はこの大会を今年僕10万円、来年は僕のような人たちを集めて30万50万100万まで上げていきたいので、ぜひ盛り上げていただいて、日本一の本編にしてもらえれば。なるほど。その第1回目なので、1回目こけたら2回目ないかもしれない。ないかもしれないのでね。はい、ぜひ応募してください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。後ろで怪しいなんか変な人がいました。トラディショナルスタイルですか。トラディショナルスタイル。今ちょうど帰国したばかりのオマーンちょっとすごいね。だってもったいないでしょみたいな、遊んでる。そりゃそうだよね。遊んでないの？遊んでる。要はカットです。でもそのスケジュールあるじゃないですか。じゃあ何時から何時この人ね。俺だけなんですよ行くの。一人で行くの？一人で？話できない。喋れないじゃん。だから喋るんですよ英語でなんとか。ずーっと。すごいな。きつ。それすごいね。めちゃくちゃストレスだなそれ。でもまあいい経験になりましたよ。これでもう全然苦じゃない。平気が苦じゃないんだ。全然いい。で今日も隣のサウジのやつと友達になったし。あ、そうなんだ。明後日ぐらい、じゃあ4日ぐらい大阪行ってその後飛行機一緒だったってこと？へえ。来るって。盆栽と一緒なの？やってない。やってないんだ。サウジの人はお金持ってんね。でもね。いやわかんないけどお医者さんってさ若く同い年ぐらい。じゃあワンピースって書いてワンピースって本当。そうそうエキスポ行って友達がエキスポでやってるからっていう。ああすごいね。出店してんのかなじゃあ。かもしれない。単語だけで喋りとしたんだ。単語っていうかまあ文法はおかしいけど、なんとなく「なんとなくとかっつって、まあなんとなくはいけた。すごい。動画撮った？自信ついたんだ。撮ってきましたよ。それ楽しみなんだってQさん。動画どうもうインスタのプールサイドを歩く動画見て笑っちゃったもん。こいつやってる。あれだからあれが唯一のんびりした日ですね。そうなの。到着してあとなんかすごいさケバケバしいホテル泊まってたでしょ。なんかそう俺ね金曜日が祝日なんですよ。だから花木なんですよ向こう。
花木3時までずんちゃかずんちゃかやってるからもう寝れなくて俺。街中で？いやいやそのホテル。音やばいっすよマジで。ちょっと一回見に行ったけど1分で出てきた。クラブ？クラブ。変に踊ってたかもしれないですよ。これ3時までやってホテルの中の？ホテル人少なそうだよ。外国人多い。そうそう。これだから外でこれね。外なのこれ。外でこれ流しても下に絶対響くじゃんっていう。でもさ、みんなそれで慣れてるってなったら楽しい国かもね。そうだね。毎週みんなのなんかなってる。なってるってことでしょ。そう。あでもオマーンの人は家に帰るんですよ。泊まってる人だけ。オマニは外に行ってトラベル外からしてる人はもうっていう。外で来てる人は何系が多いですか？圧倒的に白人系。何しに来るの？アジアがマジで98%いないですね。めっちゃいいですよ。差別された？されない。でもうそれまで行ってない人たちなんですよ。差別するとかも関係ない人たちだから。もう心に豊かな人たちが。そう。これ何の動画でしたっけ？五葉松の株たちのカンちゃんオマーに行ってくるの、おまけコーナーで、だ同時セカンドですよね。だとしてもいや続きは、メンバーシップの動画で、細かくね。